皆さんこんにちは。こちらは KEF-LS50 スタンダードです。発売は2013年。当時の値段は14万5千円でした。コンピューター解析で作られた同軸型のユニキュードライバーが搭載されています。このドライバーは KEF のほとんどのモデルに搭載されています。このドライバーを搭載したハイエンドモデルはスピノラマで高いスコアを得ています。今回はこのスピーカーを調べてユニキュードライバーの実力を検証します。このモデルの主なスペックは次の通りです。振動板はオールメタルで構成されています。クロスオーバー周波数は指向性の不連続が起きない妥当な設計です。能率は85デシベルしかありません。これは低能率の部類に入ります。Z フレックスと呼ばれるエッジはゴムでできています。段差を作らないようにフラットな形をしています。一般的なロールエッジと違ってストロークがほとんど取れません。ツイーターの正面に見えるのはタンジェリンウェーブガイドです。これは見かけの音源面積を小さくして高い周波数まで指向性を広げる工夫です。ツイーターのバッフルのカーブがウーファーに接続されて、それがそのままフロントバッフルのカーブに延長されています。これらはすべて均一な救命波を放射するための工夫とみられます。前回はこのスピーカーを分解して作りを観察しました。今回はこのスピーカーを測定してユニキュードライバーの実力を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは正面の周波数特性です。分割振動がよく抑えられていて細かい凹凸がありません。全体的にフラットですが、プラスマイナス4デシベルのうねりがあります。広域が少しへこんでいるので、原音と比べると若干ぼんやりした音に聞こえます。低音は 100Hz 止まりですが、下の方がだら下がりに伸びているので、全く出ない感じではありません。指向性を見ていきます。45度までほとんど変化がありません。無指向性に近い特性です。このユニットは同軸型ですからすべての方向がこれと同じです。素晴らしい性能です。こちらはシステムのインピダンス特性です。バスレフがあまり効いていません。密閉箱に近い特性です。この製品にはポートを塞ぐためのスポンジが付属しています。こちらはポートを塞いだ結果です。もともと密閉に近い特性なのでポートを塞いでもあまり変わりません。Q が高いので小口径でも低音がそこそこ聞こえます。こちらはネットワークの特性です。特性をフラットにするために広域にかけて上昇する形になっています。ウーファーのフィルターが2段になっています。これはメタルコーンの共振を目立たなくするためでしょう。こちらは歪みです。
1% を超えなければ耳に聞こえません。片方のチャンネルが変ですね。この盛り上がりはツイーターが原因です。ユニ Q ドライバーは品質のばらつきが大きいのかもしれません。こちらはボリュームを上げた結果です。16W まで十分低歪みで再生できて、まだ余裕があります。とはいえ、能率が 85dB しかありませんから、同じ音量を出そうと思ったら3倍くらいのパワーが必要です。低歪みで再生できるのは中広域だけです。100Hz では小音量から歪みが目立ちます。低音の歪みが多いのはストロークが取れないフラットエッジが原因です。ユニ Q ドライバーをウーファーとして使うのは無理があります。これはミッドレンジより上で使うパーツでしょう。このスピーカーの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番は原音です。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は空気録音です。ユニ Q ドライバーはどんな音がするのか、それではお聞きください。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてるまだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ小さな音源から均一な球面波を放射する。これはスピーカーの理想と考えられてきました。ユニ Q はこれを実現したドライバーの一つです。中域から広域までフラットな特性と低歪みを達成しています。同軸型の構成で無指向性に近い特性を得ています。ユニ Q ドライバーは低音再生が苦手です。100Hz から歪みが大きくて、
音質が望めない結果です。これはミッドレンジから上で使うパーツです。低音を求めるなら最初から3ウェイで構成された商品を選ぶ必要があります。サブウーファーとつなげるのは無理があります。サブウーファーにつなげるためには 100Hz から低歪みでないといけません。理想のスピーカーで最高の音を体験できるでしょうか。タンノイ・スターリングはまるでそこに楽器や人が実在するかのような音像を作ります。ユニキュードライバーにはそれがありません。同じ同軸なのになぜ違うのでしょう。これは音が広がりすぎることに関係があるようです。四方八方に音を散らすと反射音が増えて音像がぼやけることが知られています。スピーカーの指向性はやたら広ければ良いというものではありません。人の口や楽器には指向性があります。目の前に実在するかのような音像を作るためには本物に似たような指向性が必要なのかもしれません。では KEF や B&W のような無指向性に近いスピーカーがダメかというとそうではありません。無指向性のメリットは三角形の頂点から外れても音色の変化が少ないことです。このような性質は家族で楽しむホームシアターに適しています。目の前に実在するかのような音像の再現はオーディオの目標の一つですが、それは少なくとも音の広がりを良くすることやハイレゾの延長にはないことは確かです。ご視聴ありがとうございました。